レッスン1、史上初。最初の図書館、最初の新聞、そして最初の美術館の建物について知っていましたか？はい、それらは魅力的な歴史的マイルストーンです。それぞれが私たちの社会を形作る上で重要な役割を果たしてきました。絶対に。図書館は常に知識の共有と教育に不可欠でした。そして、新聞は時事問題や問題について一般の人々に情報を提供し続けるために不可欠です。まさに。どちらも民主主義にとって不可欠な、十分な情報に基づいたコミュニティに貢献しています。一方、博物館は私たちの歴史と文化を保存しており、過去から学ぶことができます。ただし、それらは私たちの遺産との具体的なつながりをもたらし、様々な文化への好奇心を刺激します。これらの機関が中核的な使命を果たしながら、時間とともに進化してきたことは驚くべきことです。同感です。彼らは現代のテクノロジーや社会的ニーズに適応し続けており、その意味はさらに高まっています。レッスン2、道に迷う。街を探索していると、全く別のエリアに行き着きました。ああ、いや。本来あるべき場所に戻る道はどうやって見つけたの？携帯の地図を頼りにしたが、道順を地元の人に聞いてみた。それは賢いアプローチです。地元の人はよくベストな近道やルートを知っています。まさに。彼らは本当に役に立ち、私の経験をより楽しくしました。それを聞いて嬉しいよ。道に迷うと思いがけない冒険につながることもある。本当、他の方法では見つけられなかったであろう隠れた宝石をいくつか発見した。それも旅の楽しみの一つ。最高の思い出は思いがけない瞬間から生まれることもあります。完全に同感です。それはすべて旅の一部であり、後で素晴らしい話になります。レッスン3、部屋の準備完了。時間をかけてください。急ぐ必要はありません。良いニュースです。これで新しい部屋の準備が整いました。それは嬉しいですね。私が落ち着くまで、今しばらくお待ちいただきますようお願いします。全然問題ない。すべてがあなたの滞在に完璧であることを確認したいです。ありがとう。新しい空間を楽しむのが本当に楽しみです。きっと気に入るはずです。居心地が良く、ニーズに合わせて設備が整っています。チェックするのが待ちきれません。快適な部屋があることが大きな違いを生みます。絶対に。滞在中に他に何か必要なことがあれば教えてください。そうします。ありがとう。新しい部屋でリラックスしてくつろげることにワクワクしています。レッスン4、タクシー料金。タクシー料金は距離と交通状況によって異なりますが、通常は約20ドルから30ドルです。これは特に交通渋滞の可能性がある場合に、街への旅行にはかなり標準的に思えます。はい。ピーク時の場合は、待ち時間が長くなるため、少し高くなる可能性があります。それは理にかなっています。交通費の予算を立てるときには、その可能性を考慮に入れるといいでしょう。絶対に。思わぬ出費に油断するくらいなら覚悟しておきたい。同感です。万が一の場合に備えて、ライドシェアサービスなどの代替オプションを用意しておくと便利です。本当、複数の選択肢があると、柔軟性が高まり、費用を節約できる可能性があります。
まさに、次の旅行ではそのことを心に留めておきます。いい考えだ。前もって計画することは常に報われる。レッスン5、プレイヤー条件。プレイヤーには条件が設定されていたため、選択肢が大幅に制限されていました。それはイライラするように聞こえます。プレイヤーには条件を交渉する自由がありましたか？残念ながら、いいえ。彼には契約を効果的に申し出たり交渉したりする自由がありませんでした。それは厳しい状況です。プレイヤーは公正な条件で交渉する権利を持つべきです。まさに、彼らのキャリアと経済的幸福にとって、ある程度コントロールすることは重要です。完全に同感です。交渉能力がなければ、彼らはより良い機会を逃すかもしれない。プレイヤーにとって、エージェントの支援を得て支援してもらうことは不可欠です。絶対に、業界を理解している人がいると、大きな違いが生まれます。将来、それが変わって、プレイヤーの自由と選択肢が増えることを願っています。レッスン6、材料の選択。似合ってるよ。このフルーティーなのはどう？素敵ですが、私には甘すぎます。もう少しバランスの取れたものはありますか？わかりました。これはいかがですか？甘すぎず、風味がうまくブレンドされています。パーフェクトですね。様々な好みに応えるオプションに感謝します。絶対に。特にフレーバーに関しては、各人が何を好むかを考えることが重要です。完全に同感です。関係者全員にとって体験がずっと楽しくなります。まさに。さらに、適切なバランスを見つけることで、テイスティング体験全体を高めることができます。これを試すのが楽しみです。私にぴったりだと思います。素晴らしい選択です。残りの食事との相性も見てみましょう。レッスン7、材料の好み。また、好みの素材についても考えてください。耐久性のあるものが欲しいですか？はい、耐久性は私にとって重要です。特に頻繁に使用する予定のアイテムではそうです。完全に理解できました。高品質の素材に投資することで、長期的にはお金を節約できます。まさに、絶えず何かを交換するよりも、今はもう少しお金をかけたいです。それは賢いアプローチです。長期的なメリットと初期費用を比較検討することは常に良いことです。同感です。さらに、耐久性の高いアイテムは、全体的に優れたパフォーマンスを発揮することが多いです。確かに、自分のスタイルに合うだけでなく、耐久性の基準を満たすオプションを探しましょう。それは素晴らしいですね。正しい選択肢を見つけるお手伝いをしていただきありがとうございます。光栄です。一緒に何が見つかるか楽しみです。レッスン8、支援環境。諦めたくなったら、支えてくれる人に囲まれることが本当に助けになることに気づきました。それは本当です。強力なサポートシステムを持つことは、モチベーションを維持する上で大きな違いを生むことができます。まさに。また、自分の進捗状況を定期的に記録して、どこまで進んだかを確認しているので、集中できます。それは素晴らしい戦略のように思えます。どんなに小さなことでも、自分の成果を見ることは信じられないほど励みになります。本当にそうです。旅が厳しく感じられても、
すべてのステップが重要であることを思い出させてくれます。私はその考え方が大好きです。その道のりで小さな勝利を祝うことは大切だよ。間違いない。そして、自分の目標を友達と共有することで、責任感を感じたり、続けたいというモチベーションが高まります。それがどのように機能するかはわかります。目標に向かって努力する中で、応援してくれる人がいるのは素晴らしいことです。確かに、力を合わせれば、お互いに高め合い、直面するあらゆる障害を乗り越えることができます。レッスン9、オプションを探る。時間をかけて様々なオプションを検討すれば、きっと正しい選択肢が見つかるでしょう。それは良い点です。急いでいると、後で後悔するような決断につながることがあります。まさに、時間をかけて調査し、熟考することで、自分の選択に自信が持てるようになります。完全に同感です。私はしばしば、自分自身に考える余裕を与えたときに最善の決断が下されることに気づきます。はい。また、新しい視点を得るために、他の人とオプションについて話し合うことも役に立ちます。絶対に。アイデアについて話し合うことで、私たちが考えていなかったかもしれない新しい可能性が明らかになることがあります。正しい、さらに、それらの決定を下す上で私たちにとって最も重要なことを明確にするのに役立ちます。今、自分の選択肢をもっと徹底的に探求できることにワクワクしています。励ましてくれてありがとう。いつでも。あなたは最終的に本当に満足できる選択をしてくれると信じています。レッスン10、食事体験。もう少し滞在してください。あなたと一緒にこの食事を本当に楽しんでいます。私も。この場所を他の人にも絶対におすすめします。食べ物は素晴らしいです。本当にそうです。すみません、もういっぱい飲み物を持ってきてくれませんか。それは素晴らしいですね。この美味しい食事には何かさっぱりしたものを使いたいです。ここの雰囲気は体験をさらに盛り上げてくれると思います。とても居心地が良く、居心地の良い感じです。完全に同感です。リラックスして美味しい料理を楽しめる場所を見つけるのはいいですね。まさに、このような新しいスポットを発見するのが大好きです。外食がとてもエキサイティングになります。はい、良い会社と共有することでさらに良くなります。確かに、一緒にここに来ることができてよかった。素晴らしい夜だった。レッスン11、フレッシュフルーツと缶詰フルーツ。普段は新鮮な果物や缶詰の果物を買いますか？私はリンゴやバナナのような新鮮な果物が好きです。味も良く、健康的です。完全に理解できました。フレッシュフルーツには、缶詰のフルーツにはない自然な甘さと歯ごたえがあります。まさに。さらに、缶詰の過程で失われることが多い栄養素が豊富に含まれています。それは素晴らしい点です。また、新鮮な果物の方が風味が鮮やかであることも分かりました。はい、スムージーに入れたり、一日中スナックとして使ったりするのが大好きです。スムージーはいろいろなフルーツを一度に楽しめる素晴らしい方法です。もっと頻繁に食べてみるべきです。絶対にすべきです。毎日のフルーツを美味しく簡単に摂取できる方法です。これからは、もっと新鮮な果物を食事に取り入れることを目標にします。レッスン12、体育館でのアクティビティ。体育の授業がある体育館もあり、体を動かすのにぴったりです。パーフェクトですね。アクティビティが盛りだくさんで、賑やかな場所に違いありません。
はい。体育館ではダンスも開催されるので、イベントなど多目的スペースになっています。私はそれが大好きです。学生がフィットネスと楽しみの両方のために集まることができる場所があるのは素晴らしいことです。まさに。それはコミュニティの感覚を生み出し、みんなの参加を促します。さらに、イベントを一元的に開催することで、誰もが参加しやすくなります。それは本当です。生徒の学校精神とチームワークを育みます。体育館のエネルギーはいつも電気で動いているので、イベント中はどんなにワクワクするか想像できます。絶対に、いろいろな意味で学びと成長の機会にあふれた空間で。レッスン13、フライトに関するお問い合わせ。承知しました。どのフライトのことを指しているんですか？ニューヨークからロンドンに行くルートで、素晴らしいルートになるはずです。ああ、あれだ。人気があって着心地がいいと聞きました。はい、その路線では航空会社が素晴らしいアメニティを提供していると読んだことがありますが、これはおまけです。それは知っておくと良いことです。快適なフライトをすることが、特に長旅では大きな違いを生みます。まさに、サービスが良く、リラックスできる雰囲気のフライトをいつも探しています。こっちも同じ。フライト中に快適に過ごせば、旅行体験が本当に充実します。これ以上同意できませんでした。そのフライトのお得な情報から目を離さないようにしよう。早く行きたいな。間違いない。一緒にロンドンを探検できることにワクワクしています。レッスン14、公共交通機関。じゃあ、ちょっと調べてみよう。承知しました。公共交通機関で行くべきだと思う。都会の方が便利な場合が多い。素晴らしい選択です。公共交通機関は交通渋滞を避け、駐車料金を節約するのに役立ちます。まさに。さらに、旅行中に街をもっと見る機会も与えてくれます。ただし、目的地に着くのに十分な時間があるように、早めに出発する必要があります。それは理にかなっています。予定より前に早めに到着して、のんびりと散歩を楽しんだ方がいいです。絶対に。このエリアの探索は、メインイベントと同じくらい楽しいものです。待ちきれない。必要な情報をすべて集めて、ルートを計画しましょう。計画のようですね。公共交通機関を使った冒険を楽しみにしています。レッスン15、ソングライティング。歌える曲に変えられる。楽しそうだね。笑顔や笑顔など、他の言葉と韻を踏む言葉はたくさんあります。まさに、韻を踏むと歌詞に美しいリズムと流れが加わります。言葉で絵を描くようなクリエイティブなソングライティングがすごく好きなんだ。絶対に、それぞれのセリフは感情を呼び起こし、ユニークな方法でストーリーを語ることができます。はい。様々なテーマやアイデアを試して、本当に自分のものにすることができます。音楽を通して自分を表現し、他の人とつながる素晴らしい方法だと思います。間違いない。今、オリジナルなものを書きたいと思っています。一緒にブレインストーミングをしましょう。私はそれが好きだ。コラボレーションは驚くべき創造的成果につながります。レッスン16、沿岸地理。
海岸はきれいですが、農業がなく、水を手に入れるのが難しいため、内陸部にはほとんどありません。それは本当です。デスバレーのような地域には、こうした要因によって形作られた独特の風景があります。まさに、地理が地域のライフスタイルや経済にどのように影響するかは興味深いです。同感です。緑豊かな沿岸地域と乾燥した内陸部のコントラストが印象的です。はい。様々な場所にある生態系の多様性を理解できます。確かに、これらの地域を探索することで、自然と持続可能性について多くのことを学ぶことができます。海岸と内陸部の両方を訪れて、違いを直接見てみたいです。それは素晴らしい旅のようですね。各エリアには独自のストーリーと発見すべき美しさがあります。これらのユニークな風景を一緒に探検するというアイデアにワクワクしています。レッスン17、家族としてのペット。ペットは家族のようなものですから、ペットにとって快適な家を作ることは本当に重要です。絶対に。彼らには私たちと同じように安全で居心地が良いと感じる空間が必要です。まさに、私はいつも居心地の良いベッド、おもちゃ、そして彼らが遊べる場所を用意しています。それは素晴らしい。彼らが幸せで快適な時にどれほどの喜びをもたらすかは驚くべきことです。はい。適切に設計されたスペースは、不安を防ぎ、健康を促進することができます。これ以上同意できませんでした。家を建てるときには、彼らのニーズを考慮することが重要です。確かに、幸せなペットとは多くの場合、飼い主も幸せであることを意味します。絶対に。大切なのはその絆を築き、愛されていると感じてもらうことです。ケムクジャラの友達のために育む環境を作れる方法がとても気に入っています。レッスン18、一緒に料理する。じゃがいもはほぼ出来上がったと思いますが、きつね色かどうか確認してもらえますか？承知しました。調理方法を見てみます。もう完全にカリカリになっているはずです。それは素晴らしいでしょう。その素敵な黄金色で、ちょうどよく出てくるのが大好きです。絶対に。完璧にローストしたポテトは、食事を本当に盛り上げ、特別な気分にさせてくれます。はい、特にメインディッシュと組み合わせると、とても美味しい食感と風味が加わります。ハーブやスパイスを加えたらどんなに美味しくなるかはすでに想像できます。まさに、一緒に料理するとさらに楽しくなります。まるでキッチンで傑作を作るようなものです。同感です。協力して一から食事を作ることには何かやりがいがあります。さらに、その間に絆を深め、笑いを分かち合う機会にもなります。レッスン19、屋外でのリラクゼーション。いいアイディアですね。リラックスして新鮮な空気を一緒に楽しむことができました。完全に同感です。特に忙しい1週間を過ごした後は、外で過ごす時間がとても元気になります。まさに、そよ風の感じと肌に当たる太陽の暖かさが大好きです。はい。スクリーンから離れて自然を楽しむ絶好の機会です。絶対に、軽食を持ってきて、公園で数時間くつろぐこともできます。素敵ですね。木の下でおしゃべりしたり、くつろいだりできる素敵な場所を見つけたいです。パーフェクト、自然には心を落ち着かせ、精神を高揚させる方法があります。
待ちきれない。いつものルーティンから離れて素敵な休憩になるよ。早めにやってみよう。二人にとって気分転換になるだろレッスン20、国力。功績によって強められたアメリカは、世界に欠くことのできない国として唯一無二の存在です。それは興味深い視点です。それはそのような力に伴う影響力と責任を浮き彫りにしています。まさに、大きな影響力には、世界の舞台で積極的にリードする義務があります。同感です。どの国にとっても、その強みを生かして協力と理解を深めることは重要です。はい。国際関係におけるアメリカの役割は、世界の平和と繁栄に大きな影響を与える可能性があります。絶対に。達成には、他の人にも刺激を与える機会が伴うと信じています。確かに、孤立ではなくコラボレーションを促すアプローチを維持することが不可欠です。これ以上同意できませんでした。力を合わせれば、世界の多くの課題により効果的に対処することができます。各国が協力することでポジティブな変化がもたらされる可能性について考えるのはワクワクします。レッスン21、スポーツと文化。野球とラプターズが全米バスケットボール協会に加盟しているため、多くのカナダ人はアメリカの影響を心配しています。それは本当です。スポーツは文化的なダイナミクスを反映することが多く、国のアイデンティティにも影響を与えます。まさに、人気のあるリーグにアクセスできるのは素晴らしいことですが、地元のスポーツに影を落とすこともあります。同感です。カナダのスポーツがアメリカの主要リーグと並んで盛んになることは重要だ。はい、地元の人材を育成することは、カナダを代表するユニークなスポーツ文化を維持するのに役立ちます。間違いない。国際スポーツへの感謝と自国の才能への支援のバランスを取ることがすべてです。これは、地域社会への誇りを育み、若者のスポーツへの参加を促す上で極めて重要だと思います。絶対に。地元の功績を祝うことは、次世代のアスリートにインスピレーションを与えることができます。カナダのスポーツが引き続き繁栄し、独自のアイデンティティを見つけることを期待しましょう。レッスン22、クリスマススピリット。クリスマスを祝うために、彼らはボブ・クラチットの小さな家を訪れ、そこで家族が食事を作っているのを見ます。それはとても心温まるシーンのようですね。休暇中に一体感の精神を見るのはいつだって素晴らしいことです。はい。そして、このような特別な時期に家族やコミュニティが大切であることを浮き彫りにしています。絶対に。食事を分かち合うというシンプルな喜びはいつまでも心に残る思い出を作ることができます。まさに。それは贅沢ではなく、家族で分かち合う愛だということを思い出させてくれます。これ以上同意できませんでした。こうしたつながりの瞬間こそが、休日を本当に意味のあるものにしているのです。はい。他の人がどのように祝うかを見ることで、私たちは自分たちの伝統をさらに大切にするようになります。確かに。些細なことに喜びを見出し、優しさを広めることがすべてです。このホリデーシーズンには、その精神を取り入れて、自分たちの大切な思い出を作りましょう。レッスン23、測定。ランクの長さは約60メートル、幅は約25メートルまたは30メートルで、いつでも利用できます。それはかなり広いエリアです。それがどれだけのスペースをカバーしているのかを考えると印象的です。まさに、様々なアクティビティが可能で、
多くの人を快適に収容できます。そのスペースが様々なイベントや集まりにどれほど用途が広いかが想像できます。はい、このような広いエリアがあると、スポーツやコミュニティイベントの可能性が広がります。間違いない。様々なニーズに依頼られる施設があるのは素晴らしいことです。同感です。コミュニティの精神を育み、活動への参加を促すのに役立ちます。さらに、人々を結びつけるためのハブとしても機能し、常に有益です。コミュニティの参加を支援するために、今後このようなスペースがもっと開発されることを期待しましょう。レッスン24、交通機関アナウンス。はい、各ターミナルのアナウンスをしてくれます。立ち止まるまで聞いてください。それは本当に役に立ちます。これにより、交通システムのナビゲートがとても簡単になります。絶対に。明確なアナウンスは混乱を減らし、乗客がより安心できるようにしてくれます。同感です。自分がどこにいるのか、どこに向かっているのかを全員が確実に把握できるようにするために不可欠です。まさに、すべての人にとって旅行体験をできるだけスムーズにすることがすべてです。また、スタッフがフレンドリーで、必要に応じて喜んで支援してくれることもありがたいです。はい、良い態度は旅行中の人々の気持ちに大きな違いをもたらす可能性があります。私はそれが大好きです。それは居心地の良い雰囲気を作り出し、より多くの人に公共交通機関を利用するよう促します。確かに、交通システムが通信を優先すれば、関係者全員にメリットがあります。レッスン25、トランスフォーメーションの満足度。絶対に、大金をかけずに変化を見るのは満足です。完全に同感です。大きな影響を与えるような変更を加えるのに多額の予算は必要ないことが多いです。まさに、簡単な調整が環境の大幅な改善につながります。そうした変革を実現する上で、創造性がいかに役割を果たすかがとても気に入っています。はい、既成概念にとらわれずに考え、すでに持っているものを使うことがすべてです。私はそのアプローチに感心します。それは私たちのプロジェクトの持続可能性と基地に富むことを奨励します。確かに。さらに、他の人が自分の空間にどのように変化をもたらすことができるかを考えるきっかけにもなります。この考え方で一緒に何を成し遂げることができるのか、ワクワクしています。お金をかけずに前向きな変化を促進するアイデアを探り続けましょう。レッスン26、グローバルブランド。マクドナルド、コカ・コーラ、ディズニーと並ぶ世界は、その文化的広がりにおいて魅力的です。絶対に。これらのブランドは世界中で有名になり、認識を形作っています。はい。そして、彼らは多くの場合、事業を展開する社会の価値観や傾向を反映しています。彼らがアイデンティティを維持しながら多様な視聴者の共感を呼んでいるのは興味深いことです。まさに、彼らはマーケティング戦略を様々な文化に合わせて調整しています。これは印象的です。同感です。ブランディングの力と現地の慣習を理解することの大切さが伝わってきます。確かに、ルーツに忠実であり続けることと、地元の味を取り入れることの微妙なバランスです。これらのブランドが今後もどのように進化していくのか、興味があります。彼らの戦略に注目し、
彼らが変化するグローバルなダイナミクスをどのようにナビゲートするかを見てみましょう。レッスン27、労働慣行と批判。世界は定期的にナイキの労働慣行をチェックし、しばしば批判しています。これは説明責任にとって重要です。それは本当です。世界市場における生産の倫理的意味に注目が集まっています。まさに、ナイキの最近のマーケティング活動では、利益と倫理的慣行のバランスを取ることが不可欠です。同感です。消費者の意識が高まり、ブランドが責任を持って行動することを期待するようになってきています。はい。顧客との信頼関係を築くためには、労働慣行の透明性が不可欠です。世間の認識が企業の評判と成功にどのように影響するかは興味深いことです。確かに、倫理的な労働慣行を採用している企業は、しばしば忠実な顧客を獲得します。より多くのブランドがこれに追随し、従業員の幸福を優先することを願っています。絶対に、公正な労働慣行を推進する人々を引き続き支援していきましょう。レッスン28、聞き上手になること。そして、聞き上手になりましょう。強い関係を築くには、とても重要なスキルです。それは絶対に心に留めておきます。聞くことは、他の人が大切にされ、理解されていると感じるのに本当に役立ちます。まさに、他の人の言うことに注意を払うだけでどれだけ多くのことを学べるかは驚くべきことです。同感です。時には、邪魔されずに話を聞いてくれる人が必要な場合もあります。はい。そしてそれは彼らの気持ちや心を開く意欲に大きな違いをもたらす可能性があります。聞き上手になることで、人と人とのつながりを深めることができるのが大好きです。確かに、それはあなたが彼らの考えや経験を気にかけていることを示しています。会話の中でこれをもっと実践できることにワクワクしています。とても貴重な特性です。本当にそうです。力を合わせれば、より良い聞き手になれるよう、お互いに励まし合うことができます。レッスン29、生産性の維持。最善のアプローチについてはまだわかりません。生産性の維持が心配です。それは最もな懸念事項です。圧倒されることなく、自分に合ったバランスを見つけることが重要です。まさに、燃え尽きることなく、集中力を保ち、効率的に過ごしたいです。完全に理解できました。達成可能な小さな目標を設定することが、モチベーションを保つのに役立つかもしれません。それは素晴らしいアイデアです。タスクを小さく分割すると、管理しやすくなります。そうですね。途中で小さな勝利を祝うことができるので、励みになります。私はそれが大好きです。どんなに小さく見えても、進歩を認識することは不可欠です。絶対に。実績を記録しておくと、長期にわたってモチベーションを維持するのにも役立ちます。その戦略を実行してみます。あなたのサポートと洞察に感謝します。レッスン30、予約支援。それはうまくいきます。予約してもらえますか？もちろん。すぐに予約を完了して、準備が整っていることを確認します。ありがとう。これを整理するのを手伝ってくれて本当に感謝しています。全然問題ない。喜んで旅行の計画をお手伝いします。この度にワクワクしています。すべてが処理されていることを知っていると、さらに良くなります。
それを聞いて嬉しいよ。完了したら、確認の詳細をすべてお送りします。パーフェクト、すべてを書面で用意しておくと、計画を追跡するのに役立ちます。絶対に。あなたが必要とする重要な情報はすべて必ず含めておきます。これを処理していただきありがとうございます。これにより、プロセスがとてもスムーズになります。レッスン31、パーソナルクックブック。私はそのアイデアが大好きです。クックブックがより個人的で特別なものになるでしょう。まさに。お気に入りのレシピを追加すると、私たちの好みを反映したユニークなコレクションが作成されます。はい。そして、私たちが楽しんだ各料理の思い出を保存するのに最適な方法です。完全に同感です。一緒に料理をして、その経験を共有することは、とても意味があります。さらに、各レシピが私たちにとって重要である理由についての小さなメモを含めることもできます。それは素敵なタッチです。料理本を家宝のように感じさせてくれます。すべてをコンパイルするのが待ちきれません。とても楽しいプロジェクトになりそうです。私も、お気に入りのレシピを集めて、レイアウトを工夫しましょう。それがどうなるか楽しみです。これは私たちのキッチンへの大切な追加品になるでしょう。レッスン32、心のこもった配慮。確かに、私たちの行動がもたらす潜在的な結果に注意することは重要です。絶対に。結果を考慮することは、今後のより良い意思決定に役立ちます。同感です。他人にどのような影響を与えるかを考えずに衝動的に行動するのは簡単です。はい。少し時間をとって熟考することで、誤解や対立を防ぐことができます。まさに。それは、私たちのやりとりに対してより思慮深いアプローチを作ることです。私はその視点が大好きです。お互いにもっと気づき、敬意を払うよう励ましてくれます。確かに、自分の選択の影響を考えると、よりポジティブな環境が育まれます。このマインドフルネスを日々の生活の中で実践したいと思っています。お互いに説明責任を果たし、この考え方を一緒に奨励しましょう。レッスン33、医療宣教師。リビングストンは医療宣教師になるつもりでした。つまり、彼は医者であり、説教者であり、教師でもあるということです。それは立派な道だ。医学と教育と信仰を組み合わせることで、大きなインパクトが生まれます。まさに、困っている人の身体と精神の両方に奉仕するという決意が現れています。私はそのアイデアが大好きです。身体的及び感情的な健康に取り組むホリスティックなケアに重点を置いています。確かに、このような役割は、地域社会を鼓舞し、健康意識を高めることができます。一人の人間がいかに多くの人の人生にポジティブな影響を与えることができるかを考えるのは素晴らしいことです。はい、そしてそれは医学と教育の両方における思いやりの重要性を浮き彫りにしています。同感です。自分の人生において他人に奉仕することの価値も忘れないようにしましょう。絶対に、コミュニティに積極的に貢献することを思い出させてくれます。レッスン34、古代のアスリート。何世紀も前、ギリシャの古代オリンピックのアスリートでさえ、様々な覚醒剤を使用していました。それは魅力的だ。スポーツが時間とともにどのように進化してきたかを考えるのは興味深いことです。まさに、覚醒剤の使用は
スポーツにおける健康と公平性の理解がどこまで進んだかを浮き彫りにしています。同感です。今日では、フェアプレーとアスリートの安全を確保するための厳しい規制があります。はい、そして将来の世代のために競争の完全性を維持することは重要です。現代のスポーツが身体能力だけでなく倫理基準も高める方法が大好きです。確かに、アスリートに敬意を払いつつ、競技精神を称えることです。スポーツへのより健全なアプローチを促してくれるので、その進歩ぶりを嬉しく思います。絶対に、陸上競技における公平性と福祉を促進する実践を引き続き支援していきましょう。レッスン35、ストーミーストーリーズ。その話はとても怖かった。窓の外で嵐が吹き荒れていた。ああ、いや。強烈に聞こえますが、特に夜間は嵐がかなり恐ろしいことがあります。まさに、風が吹き始め、雨が激しく降り始めた。想像できます。そんな不気味な雰囲気が醸し出され、すべてがよりドラマチックに感じられます。はい、それは確かにあなたが読んだり見たりしているどんなストーリーのサスペンスにも拍車をかけます。同感です。嵐の音は本当にムードを高め、シーンを盛り上げてくれます。自然がその要素を通してこれほど強力な感情を生み出すことができるのは驚くべきことです。確かに。良いストーリーがあなたをその瞬間に連れて行き、それをリアルに感じさせる方法が大好きです。絶対に。次回ハングアウトするときに、それらのスリリングなストーリーをもっと共有しましょう。レッスン36、サマーガーデン。夏にペチュニアやマリーゴールドを見るのが大好きです。庭にとても鮮やかな色を添えてくれます。絶対に。どんな屋外スペースも明るくし、たくさんの喜びをもたらします。はい、ひまわりを植える人もいますが、それもまた見事で陽気です。同感です。ひまわりには太陽の向きを変えたり太陽を追いかけたりする独特な能力があって、とても興味深いです。まさに、大きな頭と鮮やかな黄色の花びらは、どんな庭でも美しい光景を演出します。さらに、ミツバチや蝶などの花粉交配者を引きつけるのにも最適です。それは本当です。花が可愛らしくありながら生態系を支えてくれるなんて素晴らしいですね。ガーデニングがリラックスできる趣味であると同時に、自然に良い影響を与える方法でもあるのが大好きです。確かに、今年の夏は一緒に花を植える計画を立てましょう。楽しいですよ。